じゃんじゃん、大佐が輝いて登場。多くの人がなぜ夏佐が現れたのか気になります。サリーとは会わなかったのか？もしかして脚本家はまた偽酒を飲んだのですか？実はここではストーリーの巧みさがわかります。シャツは初めからついまでサリーを見たことがない。サリーは背中しか見えない。これは夏佐が登場した時です。主役とサリーの立ち位置。彼らの後ろが洞窟から来た道だとわかります。位置は正規の左前側にあります。ゲームでこのポイントを見つけました。ここが見える視界はよくありません。左に偏っているから、目に見える範囲が限られています。写像の位置は問答の前の左側です。視覚の視覚になります。見ることができても、ただのぼんやりした半身です。相手が誰か見分けがつかない。しかし塔はこれだけをしないようにしました。この逃したストーリーを自然にするために、ループが重なって配置されていると言えます。最初のシナリオ設計は転送に問題があります。先遣隊は2つに分かれている。アマロー・レビーリア。嵐は直接上の戦場に捨てた。嵐は夏佐をしている。シャーサに会っても知らない。主役とサリーは山の下に捨てられました。この時夏佐が上の戦場で活躍していても、誰も気にしない。ザクロヒに導かれて戦場に着いたら、ナンオンが登場し始める。夏佐と助剣戦が最前線に突撃した。私たちの大きな後ろとまた距離を空けました。両側の戦場をさらに分離するために、ストーリーはまたドリアン妃の突破に失敗した橋を設計しました。主役とサリーが前線に突入する可能性も完全に断ち切りました。この場合には、シャゾーが主役のサリーを発見したかもしれない。でも記憶を失ったかどうかはともかく、彼の対戦時の立ち位置だけでは不可能だ。ナンオンは不運の指導者である。実力は侮れない。サゾは後方の戦況を気にしないに違いない。彼はまずメイドを切り倒した。またセムが逃げてきたので宙返りした。全皇帝はほとんど後方戦場に背を向けていた。次はナンオンが逃げる。夏佐と助剣戦が追撃する。この時の方向も封印の地に向かっていた。後方の戦場に背を向けています。最後に去った時に発言したのも助剣戦だった。ここはお任せします、スザク。夏佐の存在は全然バレていないと言えます。この巧妙なデザインの下で、双方のすれ違いは当然のことだ。言うまでもなく後方の冥福はまだ解決していない。こんな混乱した状況で人を見分けるのは難しすぎる。この問題を明らかにした。もう一度最初から見てみましょう。インナスに戻ります。甘露が帰ってきたことを知った。そして時空の位置を固定しています。ストーリーに時空乱流が出てきたので、私たちは戦場に投入されました。実は意外でなければ、直接李州府に行くべきだ。そういえばこのことも少し偶然がある。嵐と甘露は外部へ急兵に行ったのだ。結局ビラの遠兵はついた途端に不運に襲われた。嵐も意図的な襲撃だと言っていました。ナンオンの目的は外界の遠兵を消滅させるためであることがわかる。これは李州府が一枚岩ではないことを示している。スパイがスケジュール情報を漏らしています。そうでなければ全ては起こらない偶然だ。ナンオンは先代の白虎だ。それをするのは難しくない。しかしこれは側面からも9域の人が見えます。李州府を信じているわけではありません。身内で戦死する人もいます。この全てを権力者のせいにする。実はこれは全く道理がないわけではない。自称科学技術の出現。人類が不運な攻撃に対応できるようにしました。しかし同時に9域を破壊しています。封印の破禁を加速した。これこそ9域の赤裸々な現実だ。挨拶の後嵐と甘露は去った。彼らも権利を避けている。次の会議は陰謀的だから。会議が始まる前に情報を補足しておく。9域は封印の地だが。しかし中には人間がいます。そしてハイガルドはすでに9域の歴史資料を把握しています。これが情報の不平等です。なぜ林が9域を助けることにしたのですか？彼が私たちよりも多くの情報を知っているからです。嵐と甘露は林の助けを経たい。必要な情報共有が必要だ。だから9域の理解といえば、私たちはハガドよりも多く知っている。先遣隊員の中で、レビリアは自分から言ったんだ。彼女の両親は第3都市で死んだから。でもアマローはそうじゃない。レラでは天竺は特別な存在だった。実力が京都の底板に選ばれた。ウハヤシも彼を非常に信頼している。アマローは遠慮せずにウハヤシと冗談を言うことができる。二人の関係は並大抵ではないことがわかる。アマローは毎回の出場も林の立場を代表している。リンヤはレーベ事件で騙されたことがある。サの心が未熟だ。ウコメはまだ実習期間だ。アリスは問題者だ。星は財団が権力を握っている。アマローだけが一番楽です。ここで面白いのはダンプです。レビリアを守るとは言ってない。天竺がやるべきことを処理することです。天竺がすべきことは何ですか？ここに疑問があります。ベラ派は好意からですか？それとも悪意ですか？答えはどちらもあります。9域は行き過ぎ発展自称科学技術に頼っている。偶然にもインナスにはこの試練があります。つまり不登校です。他の人が試練を使って先進的な技術を発展させることができることを知ると、心を動かさないでくれませんか？ハイガルドもこの技術を望んでいます。言うまでもなく彼らは時空を研究していました。9域の技術こそハイカンドが最も興味を持っているのです。それも無理はありません。どうしてアマロが9域に着いた途端に私たちと別れたのですか？林の計算を除いて。そしてエヴァンスの計算だ。道理から言えば9域の存在を発見した。第7区と第9区には探索に行く権利がある。ベラが派遣したのは腹心の天狼だ。しかし第9地区から派遣されたのは腹心の人ではありません。ずっと気になっていました。第7地区は第9区はどう感じた？以前の設定から見ると、第9地区は会議を取得最高権利機関です。第7地区は本部がビラに派遣した支部だ。今でも、イカロスは第9区に戻る必要がある。9区の地位が7区を凌駕していることがわかる。しかし第7地区は本当に喜んで服従するのだろうか。大災害は第9地区の災いだ。
昔の関係を維持できるのはもう世間体だ。今では先進技術に触れる機会ができた。第7地区はまたうやうやしく譲り合いますか？結果から見ると、第7地区は明らかにこの機会を独り占めしようとしている。しかしエヴァンスは第7地区では断れない言い訳をしました。サリーが兄に会いに行くんだ。ウハヤシは多くの理由で第9区が9域に人を派遣することをごまかすことができる。例えば先に道を探って、リラも軍隊を守る必要があるなどの理由で。でも主役はサリーとは違う。彼らはベアに恩を持っている。エヴァンズがシャツオの手がかりを持っていれば、ウハヤシは私たちを9域に派遣することを拒否できません。フランツとクラリエルのデータ計算かもしれません。9域とハイガドの間の情報交流かもしれません。でも明らかにエヴァンスは情報を知っていた。そうでなければ第9地区を代表して9域に行かせない。会議が終わったので、天狼は一人で準備に行った。一度はやがて淵のところに集まった。リンヤとレビリアは再び別れた。前回はレベに頼んだ時、レビリアは人間からアビスになりました。今回は素母が治ったばかりでまだ右腕が欠けている。正直に言って、レビリアを9域に行かせるのは極めて不知数だ。彼女自身の問題は解決していない。これ以上素母にコントロールされたら大変なことになる。しかしこれは9域で考慮すべき問題だ。林にとっては、レビリアの処分も面倒だ。つぼみ場が行きたがっている以上、ウハヤシはきっと残っていません。嵐は自分の辞書を取り出した。12本を示しています。9域の事象から見ると、12子こそ辞書の本当の姿である。以前詩を刻んだのは甘露が本当の事象を隠していたのではないかと疑っています。遠流に入って話がない。時空の乱流に遭遇するまで、李州府には行けませんでした。戦場に投げ込まれたんです。この時大晦日は電極遺跡を攻撃している。時空乱流の原因もそのためです。ナンオンは時空乱流で私たちをここで殺そうとした。9域の援助を求める道を徹底的に断ち切った。残念ながらには天の計算に及ばない。山の下に落ちました。ドリアン妃にも会いました。ドリアン妃も明らかに嵐の名前を知っている。どの嵐？ああ、わかった。これは我々が初めて9域に触れた不運だ。主人公からのツッコミを聞く。ちょっと手強いな。9域の不運はスゴ領域の影響を受ける。体のダメージを大幅に弱める。楽に対応するには自傷の力が必要だ。これも旧ドメインの重要なゲームメカニズムです。大晦日を処理した後、ラクロヒについて遺跡の入り口に行きました。途中で殺殺をした。テスト服よりずっと楽です。しかし甘露の方が優しい。実行者たちはまだタイムスタンプをもらっていないので、彼らを守ってください。私たちが着いた時、激戦が真っ最中である。ドリアン妃が先頭に立つ。しかし彼女の最大の役割は補助です。彼女が正義の力を活性化させた後、生き栄が強化される。これでやっと情勢が逆転した。今回のナンオンのレイアウトはドリアン妃が漏れているからだと言えます。あるいは山の下に落ちたとは思いませんでした。逆にドリアン妃の道を開けてくれました。もしドリアン妃が遅くなったら、結局予想がつかなくなった。ドリアン文化はよくオンラインではありませんが、しかしとても重要なのは、嵐は番頭の指導者だ。ドリアン妃のおかげで李州を守ることができました。敵を破った後、地上の死体がメイドに変わった。ここでもメーネーの実力が強いことがわかります。ラクロヒに対抗するには十分ではありませんが、でもチームの戦力は牽制できます。ナオンはすでに大勢を見て去った。攻撃を諦めました。次は戦場の掃除です。嵐は長い間計画されていた行為だと推測した。彼女もスケジュールが漏れていることに気づいたようですね。嵐と甘露が残って残局を収集する。ドリアン妃を送ってガイドしてください。道で9域と大晦日の戦いが数十年続いていることを知った。しかし9域の人類の発展は数十年だけではありません。ここの状況はビラと同じだ。ベラは懐の採掘で無秩序な深淵を混乱させた。海域体を回復させます。9域も同様に域エネルギーの採掘によるものです。封印を促す力が弱まる。運が悪くなってやっと現れ始めた。小舟に乗って李州府に来る。決め玉は長いままっていました。タマさんとレビリアを合わせると2つの謎人だ。下天文の原理を簡単に紹介した。私たちの境遇を話しました。これからは絶対にこんなことはないと約束しました。事実も確かにそうだ。その後の再転送が全て天文に行きます。しかしこの問題は長い間存在していたということです。ナンオンはこの抜け穴で襲撃を画策した。タマさんは辞書の特性を提起した。時空の安定性に影響を与えます。聞き覚えがありますか？これも元能の特性です。9域の不運は領域の影響を受ける。ダメージを大幅に減らすことができます。この影響を取り除くのは事象だけです。そしてタマさんは辞書の甲府を玉蘭に手配した。謹んでタマさんの命を守る。ここにはレイリアと天道も含まれています。三玉に注意してください。その後9域が直面している苦境に言及した。どうして風は辞書が9域を破壊しているのかを何度も強調したのか。それが原因です。辞書は確かに強い。しかしそれはドメインエネルギーに依存しています。封印も維持する必要があります。つまり人間が使うドメインが多ければ多いほど、封印は弱くなる。もっと致命的な理由は人間の存在だ。9域に人間がいなければ、域石は採掘しません。域機能も封印を維持できる。しかし人間が9域に迷い込んだ後、無遠慮な使用域エネルギー、封印を弱める。これでやっと運が回復した。今の全ては9域の人間の自業自得と言える。この観点から見ると、9域の人間自体が誤りだ。では、本当に誰も知りませんか？はい、知っている人はまだ多いです。でもどうすればいいのでしょう。自分で裁くわけにはいかないでしょう。そして問題が発生しました。ドメインの使用を放棄すれば不運を防ぐことはできない。人類は絶滅する。しかしドメインエネルギーを再続けることができます。一旦域が枯渇すると、封印を打ち破る。人間はまだ死ぬことはできない。これが9域の目下の苦境である。どんな選択をしても必死の極だ。だからナンオンは別の道を選んだ。9域を滅ぼした人類。破滅したら全てが出発点に戻る。9域には人間がいない。域石は徐々に回復します。
封印も修復補強されます。不運はもう一度封印されるだろう。しかしこれには解決すべき問題があります。ナンオンの考えを達成するには、外の汚れを一掃しなければなりません。これもナンオンの結末は悲劇になる運命だった。もし彼女が本当に成功したら、最後には外の不運と一緒に帰るしかないでしょう。ナンオンがこうすることを選んだ。不運そのものの怖さを物語っています。これは疑心暗鬼に言及されている。例のあの人でさえ困っている。今まで数量を知らない。自由に時空を行き来することができる。この存在が一旦開封されると、時空が破壊されたわけではない。ナンオンは車掌部隊を選んだ。吸域を捨てて他の時空を保つ。今の段階では誰が正しいか誰が間違っているのか説明するのは難しい。吸域採掘域エネルギー。現在の地球が資源を採掘しているように、私たちが今直面しているのは気候自然災害です。吸域が直面しているのは分かりにくい侵入です。同じ自業自得だ。でも止められない。幻灯の開始設定はエネルギーに関係しています。アナツの元能はエネルギーの二面性である。インナスはエネルギーの多面性です。吸域のエネルギーはほとんど否定的な効果はありません。しかしそれ自体が問題です。採掘さればアメスのカウントダウンだ。火炎が罠だ。玉蘭はレビリアと天道を案内します。ドリアンは私たちとサリーを接待してくれます。それもアマローが密葬することを可能にした。タマさんは自称の甲府のケンタマランに任せました。今玉蘭はまた天道を案内しに行きます。彼らが事前にタイムスタンプを手に入れることができれば意外ではない。玉蘭と一緒にいるともう一つメリットがあります。より多くの吸域情報を得ることができます。ドリアン妃はいいですが、しかし情報の面では玉蘭に及ばない。私たちはドリアン妃にいます。これはただケンドブ遺跡に大晦日が印刷されていることを聞いただけです。ナンオンが裏切り者だとも分かった。でもドリアン妃の感情は深刻すぎます。もし心が成熟すれば、もっと情報を知ることができるかもしれない。吸域の初日はこのまま過ぎてしまった。論理がはっきりしていて、設定は基本的に紹介しました。いい吸域序章ですね。もっと素晴らしい話をしましょう。遺跡襲撃問題は次号で話しましょう。今期はこれで終わりです。ご風に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。